世界の納税方法。会社が源泉徴収してくれるのは便利だけど世界では珍しいらしいな。アメリカ君はどう？全員が自分で確定申告だよ。申告期限の4月は大騒ぎになるね。イギリス君は？うちも自分で申告だけどクリック数回で終わるよ。ノルウェーさんはどう？我が国では全員の納税額を公表しています。ネット検索できますよ。UAE さんはどんな感じ？所得税自体がないよ。天目でしょ。でもタバコは税率 100% だよ。ブータン君は？私たちは働いて払う労働納税があります。ケニアさんはどうですか？私たちの国では銀行口座を持っていない人が多いからスマホのメッセージ機能で納付するんだよね。メキシコ君はどう？自分で書いた絵で納税できます。絵で払えるんですかと思うかもしれませんが、実は日本でも物納は可能です。日本の相続税での物納。世界でも珍しく日本は物納が現役で動いている国です。2026年現在も相続税がどうしても現金で払えない場合は、土地や建物、あるいは株や国債などの現物で国に納めることが可能です。先進国でここまで明確に物納のルールが整備されているのは稀なケースです。なぜ日本だけ物納が残っているのか。欧米諸国では税金は現金支払いです。土地を売ってでも現金を作れ。これが世界のスタンダードだからです。でも日本にはどうしても捨てられない。3つの特別な事情がありました。1つ目は土地への執着心です。日本は国土が狭く、代々の土地を守る文化が非常に強い。無理に土地を売らせて生活基盤を奪うことは、国にとって大きなリスクだと考えられました。土地を守りつつ納税させる。日本独自の妥協点だったんです。2つ目は戦後のハイパーインフレです。戦後のお金は価値が激しく変動しました。紙くずになるかもしれないお金より、確かな価値がある土地で納めてもらう方が、当時の国にとっても都合が良かったんです。この時の法律が今もベースになっています。3つ目は行政の管理能力です。日本は登記制度が非常に発達しています。どの土地が誰のものか正確に把握できるから、国が土地を現物で受け取っても、管理や売却がスムーズにできたんです。これは世界でも稀な事務能力の高さです。つまり日本人の土地愛と、戦後の混乱期の知恵、そして事務能力の高さが生んだ、世界でも珍しいハイブリッド納税なんです。源泉徴収と年末調整。日本のサラリーマンが確定申告しなくていい本当の理由も日本の独自性が際立ちます。実は日本の年末調整は世界でも類を見ない超ガラパゴス進化です。欧米では年収に関わらず個人が自分で申告するのが当たり前。でも日本では会社が全てを代行します。これには戦後の日本が抱えた切実な事情が隠されていました。最大の理由は国が効率よく税金を集めたかったからです。戦後の混乱期に一人一人の国民に申告させるのは、手間も時間もかかりすぎました。そこで国は目をつけたのです。会社に計算を押し付ければ一気に大量の税金が正確に集まる。いわば会社を税務署の出張所にしたわけです。もう一つの理由は日本独特の終身雇用と月給制です。同じ会社に長く勤めることが前提だったので、会社が従業員の家族構成や保険料まで全て把握するのが簡単でした。この信頼関係があったからこそ、年末調整という仕組みが成立したんです。さらに日本人の気質も関係しています。お金の計算を会社に任せられる安心感と、自分でやる面倒くささを天秤にかけた結果、このシステムが国民に受け入れられました。世界から見れば納税の主権を会社に預けている不思議な状態です。会社員を税金の悩みから解放する仕組み、それは日本の高度経済成長を支えた究極の効率化システムだったのかもしれません。でもそのおかげで私たちが税金に無関心になったという皮肉な結果も生んでいるのです。ガラパゴス、制度だけでなく税の種類にも日本ならではの特色が出ています。日本に実在するした珍しい税金を5つ紹介します。まず、日本でお風呂に入ると取られる税金、それが入湯税です。温泉地に行くと宿泊代に含まれていることが多く、1日150円程度が相場になっています。温泉の環境を守るための大切な財源ですが、お風呂に税金がかかるのは世界的に見てかなり珍しいんです。また、かつて日本には犬税がありました。犬を飼えるのはお金持ちだという贅沢税のような考え方から始まったんです。昭和50年代まで多くの自治体で導入されていて、犬を1頭飼うごとに税金を払う仕組みでした。街をきれいにするための清掃費などに使われていましたが、税金を集めるコストがかかりすぎた上、さらに税金を払いたくないからと、犬を捨ててしまう人が続出し、管理するための税金が逆に野犬を増やすという皮肉な結果を招いてしまったため、1982年に全ての自治体で廃止されています。明治時代にはうさぎ税というものもありました。当時うさぎを飼うのが大ブームになり、1羽の値段が家1軒分に跳ね上がるほどの異常事態に、そこで政府はブームを鎮めるために、うさぎ1羽につき月額1円という鳥獣税を課しました。今のお金に換算すると数万円レベルの衝撃です。ネットでたびたび炎上する独身税。厳密には現在の日本に独身税という名前の税金はありません。しかし1960年代のブルガリアには実在しました。少子化対策として独身者に所得の 5% から 10% を課税するというかなり強硬な仕組みでした。でも結果として出生率は上がらず数十年で廃止されています。日本でも独身税に近い議論が出ることはあります。
でも実際には税金を新しく作るのではなく、結婚している人や子供がいる人の税金を安くする、配偶者控除や扶養控除という形で、相対的に独身者の負担が重くなる仕組みが取られています。名前こそありませんが、実質的な負担の差はすでに存在しているんです。最後は2026年10月に完成する酒税一本化。これまでビールや発泡酒でバラバラだった税率が、ついに全て同じ金額に統一されます。お酒の税金はかつて国の予算の3割以上を支える超重要財源でした。明治時代には日露戦争の戦費を賄うために、お酒の税金が大幅に引き上げられた歴史があります。つまり国を守るために、お酒の税金が使われてきたという側面が強いんです。一方で日本の伝統的なお酒を守る仕組みもありました。例えばかつての特級や一級といった級別制度や、ビールより安い税率で庶民の味方だった発泡酒など、時代に合わせてお酒の文化が守られてきました。しかし現在は世界のルールに合わせるために、お酒の種類に関わらず税率を一定にする、大きな転換期を迎えています。いかがでしたか？世界と比較すると日本の特徴が際立つのではないでしょうか。この動画が役に立ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。ご質問やご感想も歓迎です。